はい、どうも。この頃出張で離島に行ったり楽しんでいるアラサムシです。ワーケーションではなく普通に本業の出張です。さて今回は引っ越してからデスク環境も変わりましたので、デスクツアーとしていろいろデスク周りのガジェットを紹介したいと思います。動画の題名通り好きなものがいっぱいあるので、テレワーク環境としては全く集中できない最悪な環境となっており、すぐに動画作り等々別なことをしがちなデスク環境となっております。テレワークをいい感じにサボりたい方はぜひご参考にしていただければと思います。まずはこちら、ドーンと幅180センチ、奥行き80センチのカナデモノさんのラバーウッドのデスクです。カナデモノさんのデスクは天板の木材の種類が選べたり、大きさも1センチ単位で選べたりと自分好みにカスタマイズができます。有料ですがサンプルの木材も取り寄せて確認することもできます。そしてこちら、デスクを購入する際にオプションで購入しましたスマートトレイとなります。デスク下のデッドスペースを有効活用できますし、デザインもシンプルでお気に入りです。色も足とマッチしていて質感も高級感があります。ここにはいつも M1MacBook Air が鎮座しております。さてこちらもカナデモノさんのモニタースタンドなんですが、モニタースタンドとしてではなくモニター下収納のために使用しております。こちらも木材の種類を選べるので天板と合わせると統一感が出ていい感じになります。ちょうどモニター下収納をどうしようかと思っていた時に販売が開始されたのでタイミングが良かったです。サイズは幅70センチ、奥行き25センチ、高さ10センチと割と大きく、サイズ変更はできないので購入を考えている方はご自分の天板のサイズと相談しながら設置するシミュレーションをすることをお勧めします。さて次はこちら、椅子になりますがノーブルチェアになります。とりあえずテレワーク中心の生活になった際にゲーマーとしてゲーミングチェアが欲しいと思い真っ先に購入したものとなります。秋葉のヨドバシやビッグにて一通り座ってみた結果、一番ゆったりどっしり座れるノーブルチェアにしました。幅広なのでがっしりした体格の男性でもいけると思います。ちなみに夏は背中がしっかり蒸れます。冬は普通です。夏は蒸れるのでメッシュのオフィスチェアを購入しようと思っております。おすすめがあったらぜひ教えてください。日本橋に座りに行こうと思っております。さてスマートトレイの紹介の際に映っておりましたが、こちらは M1MacBook Air となります。主に動画編集、写真編集、ネットサーフィン、原稿書きに使用しております。昨年の11月に購入してからガツガツ使っておりますが、今までノート PC って会社支給のものも含めいいイメージを持っていなかったのですが、 M1MacBook Air はいい意味で裏切ってくれました。安価なノート PC で 4K 動画の編集がこんなにもサクサクできるなんて思ってもいなかったことと、ネットサーフィンと細かい動作がキビキビしていて使っていて気持ちいいです。では次はモニターになります。こちらはビューソニックの 4K27 インチのカラーマネジメントモニターになります。簡単に言うとたくさんの色が表示できるモニターとなります。写真現像や映像編集をする際にはとても重宝しております。写真を撮影したはいいけど現像する際にモニターでその写真の色が表示しきれてないってことがあるのは見えていない色があるってことですからね。ハードウェアキャリブレーションにも対応しているので長期にわたり表示する色の一貫性を保てます。あとはモニターにポートもついており、こんな感じで充実しております。かなりの充実ぶりなのでそんなに困ることはないかと思いますが、主に私は映像の入力端子しか使っておりません。 USB ポートは後々紹介するドッキングステーションに集約しております。さてモニターの次はモニタースタンドになります。こちら AVLT のメカニカルスプリング式のモニターアームになります。個人的に形がカクカクしていて見た目は Amazon ベーシックのものより好みです。角度調整も特に困ることはありません。アダプターによってモニターとアーム部分をワンタッチで外せる点もグッドです。お値段も7000円以下と安く満足度は高いです。次はデスクの上を見ていきましょう。この頃のお気に入りはこちらのキークロンのコンパクトなキーボード K12 となります。 60% キーボードでデザインも可愛くおしゃれで、私としてはタイピングもしやすくとても気に入っております。かなりコンパクトでキーがファンクションキー等もなく必要最低限なモデルとなっております。足りないキーについては右下の FN12 キーと同乗することによって黄色や青文字が有効になります。こちらは慣れるまで少し大変でしたが慣れてしまえば特に不自由なく使えております。
さて、日本では有線接続のみの使用が可能となっているのですが、こちらのカスタム USB ケーブルの存在を知ってからはいろいろ楽しみが広がっております。お次はマウスになります。マウスはロジクールの MX マスター3 4Mac になります。国内や海外のいろいろな方が使用しているのを見て、一度は使ってみたいと思い購入しました。率直な感想としては、今まで使用していた同じくロジクールのゲーミングマウスより筐体の高さがあるため、かなり大きく感じました。あとは単体で使うと手首のここの部分が痛くなるので、リストレストを使用しております。手の角度が微妙に斜めになることで当たっちゃうんですよね。ここは個人差はあると思いますが、私としてはここは購入してから悩まされました。筐体の重さも結構あるので、軽いマウスがお好みの方には向かないかと思います。私は現状少し重く感じております。酷評気味ではありますが、いい点ももちろんあります。まずは裏のここのボタンで3台まで機器とペアリングして Bluetooth 接続ができます。私は M1Mac を1、iPad を2、本業のリモート用の Windows PC を3にして使用しておりますが、ここの切り替えがマジで早くて感動しました。また今のところは特にブツブツ切れたりっていうこともなく快適に使えております。むしろ今まで使用していたゲーミングマウスと M1Mac の相性が悪いのかもですが、そっちの方がもたついたりするので、ここはかなり購入して良かった点になります。ボタンについても最低限ついていて、アプリケーションごとに動作を指定できるのも快適です。サイドのホイールはネットサーフィンの時にタブの切り替えを瞬時にできるのでお気に入りです。ファイナルカットプロの横スクロールにも使えるのですが、シフトを押しながらメインのホイールで操作した方が精度が高いので、結局はそちらを使ってしまいます。筐体が大きいので手が小さい方や重いマウスが NG の方は MX Anywhere 3という小さくて軽めなマウスもあるので、そちらもチェックいただければと思います。私は結構手が大きめでマウス操作も筋トレだと思っているので、これからも使っていこうと思っております。ちなみにリストレストはエレコムのものになります。マウスを使い始めた日に速攻ポチりました。このリストレストを使うことで割と快適に使えるようになったので重宝しております。お値段も Amazon で700円ちょっととお安いのでおすすめです。さて次はモニター下に行きまして、 USB ドッキングステーションのカルディジット TS3 プラスとなります。マジでこちらは M1MacBook Air の周辺機器としてはダントツ一番で購入してよかったものとなります。 USB ドッキングステーションがあることで自宅使用時の MacBook が完全体になります。さすがに USB Type-C ポート2つはスタイリッシュすぎますからね。かなりポートの拡張ができるので、外部ストレージ、モニター、オーディオインターフェース、キーボードを接続し運用しております。最近ストレージの接続が増えてきたので、ポート数が多いのは地味にありがたいです。とにもかくにもポート数の拡張と安定性を求めるなら、ぜひ一度他メーカーのものでもいいのでドッキングステーションをお試しいただくことをお勧めします。私は本当にこれで幸せになりました。基本的には M1Mac と USB ケーブル1本でつなぎ、モニター含めその他周辺機器を TS3 プラスに接続しております。ケーブルも集約できるので取り回しもしやすくて使いやすいです。SD カードも前面に挿せるのですが UHS-2 対応で高速なデータのやり取りができます。お次は隣に行きまして、オーディオインターフェースの RME Babyface Pro FS となります。こちらは初代モデルから買い替えて導入したのですが、明らかに音の改造感が上がっていてびっくりしました。マイクプリも良くなっている印象です。初代はブレイクアウトケーブルから入出力機器をつないでいたのですが、こちらは筐体に直差しなのですっきりします。ここに標準と 3.5mm のミニプラグもさせるので、ヘッドホンが2つさせるのもいいですね。アウトボードを通すにはさすがにインアウトが少なすぎるのであれな感じですが、外に持って行ってサクッと取ったり自宅内でも持ち運びしやすいのは使い勝手がいいです。しかもバスパワー駆動なんですよね。さすが RME。 最近だとリスニング用として購入される方もかなり多いようですが、うなずけますね。はっきり言って出力はマジで文句なしのレベルです。めちゃくちゃいいです。オーディオインターフェースに接続しているものも見ていきましょう。ヘッドホンはソニーの MDR900ST になります。こちらは定番のモニターヘッドホンですね。楽器取りや動画の声取りの時に使っております。単体の楽器の音はモニタリングしやすいので、個人的には昔から気に入って使っております。1回だけ断線しましたが、それ以外は不具合もなく15年ほど使っております。おそらく今回のデスクツアーの中でも一番のフル株です。
イヤーパッドはヤクシーのものに交換しておりますが、絶対交換した方がいいと思います。標準のはペラペラですぐにへたったりボロボロになりますし、何より長時間つけていると耳が痛くなりますので、マジでおすすめです。使い終わった後はこちら NZXT パックのブラックにかけております。ちょうど金出物さんのデスクの足に磁石でくっつくのと同じ色なので収まりが良かったんですよね。地味に使い勝手が良くてケーブルも巻きつけられるんですよね。ストレートのケーブルって結構長くて引っかかったりするじゃないですか。それを必要最低限の長さにできるのでストレスがなくなります。これは本当におすすめできるアイテムです。さて次はスピーカーに行きまして、この白くて可愛いのはジェネレック 8010A です。この小さな筐体からは考えられないぐらいの音がして、デスクでも幅を取らずここまで鳴らしてくれるのは本当にすごいです。大きい部屋で鳴らすとさすがに無理してる感が出ちゃうのですが、用途が違いますからね。自宅での作業にはちょうどいいです。ベイビーフェイスプロ FS から出力して鳴らしておりますが、低位もよく細部の音が聞き取りやすいのはもちろん、個人的にはかなり好みの音なので気に入っております。ここの好みっていうのは重要で、音楽制作においては作る時のテンションってとても大切なんですよね。知り合いでモニタースピーカーは嫌でリスニング用のスピーカーで作曲している方もいるぐらいです。もちろんミックスやマスタリングエンジニアさんだとまた違うんですが、曲を作るってことにおいてはテンションモチベーションがかなり大きい要素なんです。さて話がそれちゃいましたが、こちらスピーカースタンドは別売りで K&M の8010用のスタンドになります。ここの部屋はしっかりと設計された防音室でもないので、モニター環境を追い込むのには限界があるのですが、少しでも聞きやすくするためです。さてお次はマイクに行きましょう。こちらゼンハイザーの MKE600 です。このマイクは YouTuber の味方なのではないかと思うのですが、マジで周りの環境音を拾いづらいのでおすすめです。音の良し悪しで言ったら抜けが今一つではあるのですが、それよりも部屋の環境音やノイズを拾わない音形の方がはるかに大きいです。私の用途としては動画で私の声を録音するだけの用途なのですが、作業効率が格段に上がりました。防音室やスタジオ録音なら音の良し悪しだったりキャラクターで選びたいところなのですが、動画制作は自宅のリビングでの録音がメインなので、このマイクはそんな環境で実力を発揮してくれております。マイクスタンドはワームオーディオのものを使用しております。ブルーのコンパスが欲しかったんですが、納期が結構かかる感じでしたのでこちらにしました。最初体感上はちょっとでかいかなと思ったんですが、マイクを使わない時に横にずらせるのが便利で今は重宝しております。強度も特に問題なく、角度を変える際に少し力が必要ですが、主に横にスライドするぐらいの用途なので不満はないです。マイクとスピーカーとベイビーフェイスプロ FS をつないでいるケーブルは親入れの QAC222 となります。高級なケーブルは上を見たらキリがないのですが、値段の割にすっきりした音の印象で、自宅のケーブルはこちらで統一しております。次はストレージになります。私はほとんど M1Mac のストレージは使わないので外部ストレージにデータを置いているんですが、メインはバッファローの外付け SSD で 1TB のものになります。読み書きは 500MB/s 前後と今の SSD にしたら特別速いというわけではありませんが、私の用途でしたら特に不満なく使えております。主に動画の編集データ用ストレージとして使用しております。またこちらカルデジットの物理的につよつよの SSD タフなのになりますが、こちらは容量が 500GB で読み書きが 1000MB/s 前後のモデルとなっております。物理的に強いので主に持ち出し用の SSD で写真データを入れております。写真を撮りに外出するときには暑いところや湿気の多いところ、埃っぽいところ等にも行くので、強い SSD は安心感があります。さてストレージの最後はウエスタンデジタルのポータブルハードディスク 5TB の USB3.0 のモデルになります。こちらは比較的大容量のハードディスクになり、主に編集が終わったプロジェクトファイルや動画素材、写真データのバックアップ用途として使用しております。データを置いておくことが目的なので、読み書きの速さよりも容量が重要です。今年のプライムデーの時に唯一購入したものとなります。とりあえず容量がいっぱいになったら引き抜いて引き出しとかに入れておく感じの運用になります。引き出しに入れてからはほぼほぼ取り出すことはないのですが、本当に念のためのバックアップになります。
M1Mac 周りのストレージはバスパワーで動作するものにしているんですが、単純に外部電源が煩わしいのと外出時に気軽に持ち出せるからです。個人的に NAS はでかくていざって時の持ち運びもできないので USB 給電可能な SSD やハードディスクで運用するようにしております。私個人としてはレイド運用等も必要なく、バックアップも最低限上長して取れていればいいので、そこまでガチガチなものは求めておりません。 NAS は自宅外からアクセスできたりとメリットはあるのですが、外出時には外部ストレージを持っていったり、クラウドストレージ使った方が早くねって思うんです。クラウドストレージもデータセンターに膨大な量のストレージがあって運用しているわけなんですが、自宅より電源周りは物理的に対障害性もありますからね、地盤も強い地域にあったりと安心です。まあここは自分の用途に合わせてお決めいただければと思いますので、 NAS の方が自分の用途には合っているという方は NAS でも全然いいと思います。いつも通り少しお話がそれてしまいましたが、さて最後は電源周りを見ていきましょう。 M1Mac 周りは基本的には壁コンからファーマンの SS6B 経由で供給しております。こちらデスクの下に無印のファイルケースを重ねてこの中に収納しております。デスクの奥行きが80センチある分、特に足で蹴ることもなく収まりはいいです。こちらの電源はコスパが良く、なんだかんだ長い期間使っております。自宅用途ではケーブルが長すぎる以外は特に不満はありません。最低限クリーンでノイズが少ないので使い勝手はいいですが、ケーブルが長いです。何度も言います、ケーブルが長いです。というわけで今回は久しぶりにデスクツアーの動画となりました。それではご清聴ありがとうございました。